ジバニーズポッドキャストビル桜子。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、桜子です。すっかりお久しぶりになってしまいました。なかなか投稿できていなくてごめんなさい。投稿できていない間に実家、私の育った家ですね、その実家を引き上げたりと忙しくしていました。またどこかでその話もできたらいいなと思います。さて5月も中盤に入りましたね。5月は日本では春に分類されます。春は3月、4月、5月のことを言います。今回は日本の5月を紹介します。5月の日本は春、夏、秋、冬の四季の中でも爽やかで気持ちがいいすがすがしさを感じられる美しい季節の一つです。春から初夏へと移り変わるこの時期は、自然も人々の心も穏やかになります。さまざまな行事や習慣が生活に彩りを添えています。寒さが和らぎ、桜の季節が終わると若葉が一斉に芽吹き始め、日本の風景は一気に緑に包まれます。特に5月は新緑の季節とも呼ばれ、目に映る木々の緑や花々の色合いが鮮やかで、生命の息吹を身近に感じることができます。5月の気候は非常に過ごしやすく、晴れの日が多いため、多くの人が外に出て自然を楽しみます。日本各地の公園や山では、ハイキングやピクニックが盛んに行われます。朝と夜は寒くなるので、衣類ではカーディガンやジャケットなどの羽織物で体温調節をしています。また、農村地域では田植えの季節を迎え、緑に染まった田んぼが風に揺れる美しい光景が広がります。このような風景は日本の農耕文化の深さと自然との共生を感じさせるものです。家庭では家の庭にある家庭菜園に夏野菜の苗を植えたりします。私の家でも家庭菜園を耕してトマト、ピーマン、シシトウ、スイカの苗を植えました。スイカが少し弱ってしまっていて、植え替えを考えているところです。あと、いちごの季節でもあります。いちご狩りに行って、たくさん取れたいちご狩りはいちごジャムにしました。家中に広がる甘い香りにうっとりしました。いちごジャムはパンに塗って食べました。いちごは切らずに潰したので、ゴロゴロといちごの粒が残っていて美味しかったです。5月の初旬には日本で最も大きな連休の一つであるゴールデンウィークがあります。この連休は4月から5月初めにかけて続く複数の祝日が連なることで生まれるものです。日本のトヨタ自動車などの車関係の会社では、ゴールデンウィークには10連休にもなったりします。その理由は、年に3回長い連休を作るために、他の月の祝日は働いたりしているからです。これをトヨタカレンダーと言います。一般の企業ではカレンダー通りのお仕事があるけど、有給を使って休みにしたりと工夫して休みを長くして連休にしているところも多いです。ゴールデンウィークは多くの人々が旅行に出かけたり、故郷に帰省したりするため、国内外の移動が活発になります。新幹線や飛行機のチケットは売り切れるので、早めに予約する人も多いです。私のゴールデンウィークは大阪万博に行って、私のおじいちゃんの家に行きました。おじいちゃんやおばあちゃんに孫の元気な姿を見せたり、一緒にご飯を食べたりできてとても嬉しかったです。ゴールデンウィークに含まれる祝日には
昭和天皇の誕生日を記念する4月29日の昭和の日。日本国憲法が施行されたことを記念する5月3日の憲法記念日。自然に親しみ、自然の恩恵に感謝し、豊かな心を育む5月4日の緑の日。そして5月5日の子どもの日があります。子どもの日はゴールデンウィークの中で特に注目すべき伝統的な祝日です。祝日はお休みになります。この日はもともと端午の節句として男の子の成長と健康を祈る行事でした。しかし現在では男女問わずすべての子供の幸福を願う日となっています。この日に合わせて男の子のいる家庭では4月から兜や鎧人形を飾り、庭やベランダには鯉のぼりと呼ばれる鯉の形をした布の旗が掲げられます。鯉は逆境に打ち勝って立身出世する象徴とされ、子どもたちの健やかな成長と将来の成功を祈願する意味が込められています。古くは植物の菖蒲を使った中国の邪気払いの行事に由来したこともあり、菖蒲湯といってお風呂に菖蒲を浮かべて入ることもあります。我が家では鎧兜と鯉のぼりを出しましたよ。鎧兜は玄関に、鯉のぼりはベランダに出しました。兜はかぶり物の兜だけを飾る家庭と、鎧兜という人の形をした人形を飾る家庭と様々です。我が家は鎧兜です。これは子供が生まれた時に初めて迎える端午の節句に合わせて買います。我が家は子供のおじいちゃんとおばあちゃんである旦那さんの両親が買ってくれました。こういった子供に関する行事のものは親だけでなくおじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたりします。子供たちが帰ってくるたびに玄関の鎧兜を見たり、鯉のぼりを見上げたりしていて嬉しい気持ちになりました。短期間で鎧兜や鯉のぼりを出したりしまったりするのは大変だけど、季節の行事は大切にしたいなぁと思いました。住宅事情により、最近では部屋の天井から吊るす鯉のぼり、モビールやウォールステッカーもありますよ。また、ちまきやかしわ餅といった季節の食べ物もこの時期ならではの味覚ですね。ちまきやかしわ餅はあんこを使った和菓子です。広く日本中で愛されている伝統的な和菓子なので、5月に入るとコンビニやスーパーでも売られ、手軽に買うことができます。日本人はこういった季節のものを意識する民族なので、多くの人が買って、その季節ならではの味を楽しんでいますね。5月は日本の教育現場においても重要な月です。新学期が始まり、1ヶ月が経過したことで、生徒や学生たちは新しいクラスや先生、友人に慣れ始め、本格的な学習や部活動がスタートする時期です。学校によっては春の運動会や遠足、校外学習などの行事が5月に行われ、子どもたちにとっては学校生活の中でも楽しみなイベントが多い月でもあります。これらの行事はチームワークや責任感、地域社会とのつながりを育む機会として重視されています。一方で5月は5月病とも呼ばれる現象が話題になる時期でもあります。日本の学校や企業では4月から新しい年度が始まるんですね。これを新年度と言います。5月病は新年度を迎えてから1ヶ月が経過し、新しい環境や人間関係に疲れを感じ始める人が心身の不調を訴えるというものです。特に大学の新入生や新社会人に多く見られ、ゴールデンウィーク明けにモチベーションが低下することからこのように呼ばれます。日本社会における集団への適応や
礼儀、規律の重視といった文化的背景が影響しているとも言われています。5月には地域によって様々な伝統行事や祭りも開催されます。例えば、京都では葵祭が5月に行われます。これは平安時代から続く由緒ある祭りで、王朝絵巻さながらの衣装をまとった人々が練り歩く姿は、まさに日本の歴史と文化を肌で感じることができる貴重な体験です。また、福岡県の博多では、博多どんたく港祭りが開催され、地元の人々や観光客が一体となって踊りや音楽を楽しむ華やかなイベントとなっています。さらに5月の終わり頃になると、日本列島の南部から徐々に梅雨入りの兆しが見え始めます。梅雨というのは6月に続く長雨の季節のことです。梅雨入りは梅雨の始まりを意味し、5月の爽やかな日々が終わりに近づいていることを知らせます。そのため、日本人はこの短い晴れの日々を惜しむように外出や行楽を楽しむ傾向があります。旅行などの遠出は5月にする人も多いです。私も5月に大阪万博に行ってきました。せっかくの旅行が雨ばかりだと悲しいですからね。と言っても万博旅行中も雨が降りましたよ。傘を差したり、カッパを着たり、大変でした。日本の5月を語るとき、忘れてはならないのは食べ物ですよね。5月は先ほど開けたいちごやちまき、かしわ餅の他にもたくさん美味しいものがあります。春から出回る新玉ねぎはその時しか食べられません。新玉ねぎは普通の玉ねぎと違って収穫後すぐに出荷されるのでみずみずしくて辛みは少なめです。生でも食べられるので鰹節をまぶして醤油やポン酢をかけて食べます。サクサクした食感が新玉ねぎならではなので生で食べたりさっと火を通して食感を楽しみます。あと5月は新茶の季節です。日本のお茶は生活に欠かせないものです。5月は茶摘みのシーズンです。茶葉の新芽を摘んで作られたお茶を新茶や一番茶と言います。スーパーなどで売られる茶葉のパッケージに新茶と書いてあるものもあるので探してみてください。そして5月は母の日があります。母の日は他の多くの国と同様に5月の第2日曜日に祝われます。母親の愛情と気遣いに感謝の気持ちを表す日です。母の日には子供たちが母親にカーネーションなどの贈り物をすることがよくあります。カーネーションは母の愛を象徴します。私も子供たちからはカーネーションの鉢植えと手紙、折り紙で作った花をもらいました。他にもお菓子、手作りの工芸品、手紙、家事の手伝いなど人気の贈り物です。日本の家族は一緒に過ごすことが多く、子供たちはお母さんのために特別な食事やデザートを用意することもありますよ。学校や保育園でも母の日のための似顔絵や工作などの制作をします。これらは温かく心のこもったお祝いで、祝日ではありませんが、母の日は広く認知され、大切にされています。今回は日本の5月を紹介しました。日本の5月は気候の快適さ、美しい自然、文化的な行事も多い季節です。皆さんが住んでいる地域ではどのように過ごしますか？ぜひ教えてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン励みになるのでぜひお願いします。いつもありがとう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、さくらこです。すっかりお久しぶりになってしまいました。
なかなか投稿できていなくてごめんなさい。投稿できていない間に実家、私の育った家ですね。その実家を引き上げたりと忙しくしていました。またどこかでその話もできたらいいなと思います。さてさて、5月も中盤に入りましたね。5月は日本では春に分類されます。春は3月、4月、5月のことを言います。今回は日本の5月を紹介します。5月の日本は春、夏、秋、冬の四季の中でも爽やかで気持ちがいいすがすがしさを感じられる美しい季節の一つです。春から初夏へと移り変わるこの時期は自然も人々の心も穏やかになります。さまざまな行事や習慣が生活に彩りを添えています。寒さが和らぎ、桜の季節が終わると若葉が一斉に芽吹き始め、日本の風景は一気に緑に包まれます。特に5月は新緑の季節とも呼ばれ、目に映る木々の緑や花々の色合いが鮮やかで、生命の息吹を身近に感じることができます。5月の気候は非常に過ごしやすく、晴れの日が多いため、多くの人が外に出て自然を楽しみます。日本各地の公園や山では、ハイキングやピクニックが盛んに行われます。朝と夜は寒くなるので、衣類ではカーディガンやジャケットなどの羽織物で体温調節をしています。また農村地域では田植えの季節を迎え、緑に染まった田んぼが風に揺れる美しい光景が広がります。このような風景は日本の農耕文化の深さと自然との共生を感じさせるものです。家庭では家の庭にある家庭菜園に夏野菜の苗を植えたりします。私の家でも家庭菜園を耕してトマト、ピーマン、シシトウ、スイカの苗を植えました。スイカが少し弱ってしまっていて植え替えを考えているところです。あと、いちごの季節でもあります。いちご狩りに行ってたくさん採れたいちご狩りはいちごジャムにしました。家中に広がる甘い香りにうっとりしました。いちごジャムはパンに塗って食べました。いちごは切らずに潰したので、ゴロゴロといちごの粒が残っていて美味しかったです。5月の初旬には日本で最も大きな連休の一つであるゴールデンウィークがあります。この連休は4月から5月初めにかけて続く複数の祝日が連なることで生まれるものです。日本のトヨタ自動車などの車関係の会社ではゴールデンウィークには10連休にもなったりします。その理由は年に3回長い連休を作るために他の月の祝日は働いたりしているからです。これをトヨタカレンダーと言います。一般の企業ではカレンダー通りのお仕事があるけど、有給を使って休みにしたりと工夫して休みを長くして連休にしているところも多いです。ゴールデンウィークは多くの人々が旅行に出かけたり、故郷に帰省したりするため、国内外の移動が活発になります。新幹線や飛行機のチケットは売り切れるので、早めに予約する人も多いです。私のゴールデンウィークは大阪万博に行って、私のおじいちゃんの家に行きました。おじいちゃんやおばあちゃんに孫の元気な姿を見せたり、一緒にご飯を食べたりできてとても嬉しかったです。ゴールデンウィークに含まれる祝日には、昭和天皇の誕生日を記念する4月29日の昭和の日、日本国憲法が施行されたことを記念する5月3日の憲法記念日、自然に親しみ、自然の恩恵に感謝し、豊かな心を育む5月4日の緑の日、そして5月5日の子どもの日があります。子どもの日はゴールデンウィークの中で特に注目すべき伝統的な祝日です。祝日はお休みになります。この日はもともと端午の節句として男の子の成長と健康を祈る行事でした。
しかし現在では男女問わずすべての子供の幸福を願う日となっています。この日に合わせて男の子のいる家庭では4月から兜や鎧人形を飾り、庭やベランダには鯉のぼりと呼ばれる鯉の形をした布の旗が掲げられます。鯉は逆境に打ち勝って立身出世する象徴とされ、子どもたちの健やかな成長と将来の成功を祈願する意味が込められています。古くは植物の菖蒲を使った中国の邪気払いの行事に由来したこともあり、菖蒲湯といってお風呂に菖蒲を浮かべて入ることもあります。我が家では鎧兜と鯉のぼりを出しましたよ。鎧兜は玄関に、鯉のぼりはベランダに出しました。兜はかぶり物の兜だけを飾る家庭と、鎧兜という人の形をした人形を飾る家庭と様々です。我が家は鎧兜です。これは子供が生まれた時に初めて迎える端午の節句に合わせて買います。我が家は子供のおじいちゃんとおばあちゃんである旦那さんの両親が買ってくれました。こういった子供に関する行事のものは親だけでなくおじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたりします。子供たちが帰ってくるたびに玄関の鎧兜を見たり鯉のぼりを見上げたりしていて嬉しい気持ちになりました。短期間で鎧兜や鯉のぼりを出したりしまったりするのは大変だけど、季節の行事は大切にしたいなと思いました。住宅事情により最近では部屋の天井から吊るす鯉のぼり、モビールやウォールステッカーもありますよ。またちまきやかしわ餅といった季節の食べ物もこの時期ならではの味覚ですね。ちまきやかしわ餅はあんこを使った和菓子です。広く日本中で愛されている伝統的な和菓子なので、5月に入るとコンビニやスーパーでも売られ、手軽に買うことができます。日本人はこういった季節のものを意識する民族なので、多くの人が買ってその季節ならではの味を楽しんでいますね。5月は日本の教育現場においても重要な月です。新学期が始まり、1ヶ月が経過したことで、生徒や学生たちは新しいクラスや先生、友人に慣れ始め、本格的な学習や部活動がスタートする時期です。学校によっては春の運動会や遠足、校外学習などの行事が5月に行われ、子どもたちにとっては学校生活の中でも楽しみなイベントが多い月でもあります。これらの行事はチームワークや責任感、地域社会とのつながりを育む機会として重視されています。一方で5月は5月病とも呼ばれる現象が話題になる時期でもあります。日本の学校や企業では4月から新しい年度が始まるんですね。これを新年度と言います。5月病は新年度を迎えてから1ヶ月が経過し、新しい環境や人間関係に疲れを感じ始める人が心身の不調を訴えるというものです。特に大学の新入生や新社会人に多く見られ、ゴールデンウィーク明けにモチベーションが低下することからこのように呼ばれます。日本社会における集団への適応や礼儀、規律の重視といった文化的背景が影響しているとも言われています。5月には地域によって様々な伝統行事や祭りも開催されます。例えば、京都では葵祭りが5月に行われます。これは平安時代から続く由緒ある祭りで、王朝絵巻さながらの衣装をまとった人々が練り歩く姿は、まさに日本の歴史と文化を肌で感じることができる貴重な体験です。また、福岡県の博多では、博多どんたく港祭りが開催され、地元の人々や観光客が一体となって踊りや音楽を楽しむ華やかなイベントとなっています。さらに5月の終わり頃になると、日本列島の南部から徐々に梅雨入りの兆しが見え始めます。梅雨というのは6月に続く長雨の季節のことです。梅雨入りは梅雨の始まりを意味し、5月の爽やかな日々が
終わりに近づいていることを知らせます。そのため、日本人はこの短い晴れの日々を惜しむように外出や行楽を楽しむ傾向があります。旅行などの遠出は5月にする人も多いです。私も5月に大阪万博に行ってきました。せっかくの旅行が雨ばかりだと悲しいですからね。と言っても万博旅行中も雨が降りましたよ。傘を差したりカッパを着たり大変でした。日本の5月を語るとき、忘れてはならないのは食べ物ですよね。5月は先ほど開けたいちごやちまき、かしわ餅の他にもたくさん美味しいものがあります。春から出回る新玉ねぎはその時しか食べられません。新玉ねぎは普通の玉ねぎと違って収穫後すぐに出荷されるのでみずみずしくて辛みは少なめです。生でも食べられるので鰹節をまぶして醤油やポン酢をかけて食べます。サクサクした食感が新玉ねぎならではなので生で食べたりさっと火を通して食感を楽しみます。あと5月は新茶の季節です。日本のお茶は生活に欠かせないものです。5月は茶摘みのシーズンです。茶葉の新芽を摘んで作られたお茶を新茶や一番茶と言います。スーパーなどで売られる茶葉のパッケージに新茶と書いてあるものもあるので探してみてください。そして5月は母の日があります。母の日は他の多くの国と同様に5月の第2日曜日に祝われます。母親の愛情と気遣いに感謝の気持ちを表す日です。母の日には子供たちが母親にカーネーションなどの贈り物をすることがよくあります。カーネーションは母の愛を象徴します。私も子供たちからはカーネーションの鉢植えと手紙、折り紙で作った花をもらいました。他にもお菓子、手作りの工芸品、手紙、家事の手伝いなど人気の贈り物です。日本の家族は一緒に過ごすことが多く、子供たちはお母さんのために特別な食事やデザートを用意することもありますよ。学校や保育園でも母の日のための似顔絵や工作などの制作をします。これらは温かく心のこもったお祝いで、祝日ではありませんが、母の日は広く認知され、大切にされています。今回は日本の5月を紹介しました。日本の5月は気候の快適さ、美しい自然、文化的な行事も多い季節です。皆さんが住んでいる地域ではどのように過ごしますか？ぜひ教えてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン励みになるのでぜひお願いします。いつもありがとう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。